Boys and girls, on Ask Japanese, it's Cat the Cat. What kind of cool and cute things can we find in a Japanese cafe? We've come here again to Cafe Chokoti to find out. So this time we're going to go head inside, find out about cute, cool things that we can find in Japanese cafe. And are they different from the West? Let's go and find out. Woo! You can see already, please disinfect your hands, please wear a mask. So we're gonna do that and let's head inside. こんにちは。自己紹介お願いします。カフェチョコッティの高畑です。よろしくお願いします。まず店の前で行っていいですか？はい、小さな時計がありますよね。あ、そうですね。開店時間とクローズの時間ですね。外国の方注意された方がいいのは LO って書いてるお店も多いんで、確かにラストオーダーなんですよね。ラストコールって言わないので日本ではラストオーダーの時間過ぎてしまうと、ご利用を控えていただくようになっちゃうので、クローズの時間よりもラストオーダーですよね。注意してね。ボード日本のお店でよく見るんですけど、今回はメニューとかじゃなくてコロナ対策が書いてありますね。そうですね。当店はちょっときちっとというか厳しくさせていただいてて、ご来店される前に、うちはこういう基準でやってますよっていうのを分かりやすく書いてます。ちゃんとカバーみたいなのありますね。これはやっぱりコロナの時期から始まったことですね。そうですね。やっぱりね、飛沫感染経路でね大きいって言われてるので、全席にパネルを設置しています。これ何ですか？それゴミ箱です。何のものすぐ入れちゃうんですか？お手拭きとか、いわゆるお口周りとか体の部分拭いたものはそちらに集めてもらってます。小学校の給食の時にこれを使ってゴミを集めるっていうのを大体みんなやってるので、多分大体みんな折れます。これ折り紙ゴミ箱。そうですね。大体みんなチラシでやるんですけど、すぐ捨てれるように。そうですね。あちこちで店でよく見るとドアがあった、しかも名前が書いてある。当店には4人の小人が住んでます。4つほど扉があって、いわゆるフェアリードアですね。これアイルランドの方から送ってもらって設置してます。あら、これ空気清浄機？空気清浄機ですね。はい。今コロナもありますし、日本の場合ですね、花粉症が非常にあるので、今ちょうど花粉症の時期ですもんね。でコロナ対策にもなりますし、花粉症対策にもなるので、置いてますね。なんかその隣に手洗う場所見つけたんですけど。そうです。手洗い機です。はい。なんかまたトイレと別ですよね。そうです。お手洗いとは別に必ず手が洗える場所がないとダメですね。営業できないですね。今日はちょっと中にも拝見させていただくことができるので、中に行きたいと思うんですけど、なんかドアがあるんですね。ここに店員とお客様の場所を全て必ず仕切れないと、営業していいよっていう許可をもらうのには必ず必要です。じゃあちょっと失礼します。失礼します。で、なんかそこ気になってたんですけど、何かの書類みたいな何ですか？こっちは食品衛生責任者の認定証で、食中毒を起こさないためとか、お店をきれいに保つために、必要な資格になってますね。必ずお店には1人この資格を持っている人がいないと営業できないですね。イタリアのものなんですけど、一回日本のメーカーさんが日本仕様にちょっと少し変えてくれて、僕らのところに来てます。水が全然違うので、いわゆる欧米は硬水、日本の水道水は軟水なので、そこに浄水器が下に入ってるんです。本当だ。なんかすごいでかいスプーンと細かいスプーンとかいろいろありますね。これビビンバのスプーンです。何を何に使うんですか？左手に大きいスプーン、右手にそれよりも1レベル小さいスプーンっていう風に必ず作業するんです。なのでこれ簡単に言っちゃうと、これとこれで作業することは絶対ないです。僕は必ずこれとこれ、これとこれ、これとこれっていう使い方なんですけど、だんだん小さくなりますね。そうなんです。で、理由はこれから直接すくうと泡だけじゃなく液体も一緒にすくっちゃうんですよね。液体をすくわず泡だけをすくうというラテアートの時は。で、最後はこれはもうスプーンじゃないんですね。小さ
いですね。これはもう粘土細工とかそういう細工棒なんで、細かいものを作り上げるため。そうですね。これが母が紙粘土でいろいろ細工する、先生とかの資格を持ってたりとかするんで、こういうスプーンあるけど使ったらどうって言って僕に渡してくれたんですね。すごい可愛い絵がここにあった。これ何ですか？これはスタッフ用にです。ここに見本が貼ってあるんです。後ろにある棚がちょっと気になってるんですけど、まずこの下の絵はもしかしてマスタの絵じゃないですか？これはそうですね。近所のお子さんが描いてくれた似顔絵なんで。可愛い。で、なんか何が入ってるんですか？これは基本的に食器が入ってます。営業の許可をもらうときに食器類が密閉できる棚に入れてないとダメだっていうのもありますし、埃がたまらないとか、そういうルールがあるんですね。そうですね。このなんか可愛いシールがあるんですけど、これ何ですか？それは保菌検査済みの証明シールですね。従業員は検便検査をして食中毒になり得る菌を保菌してないかの検査をします。検便って分かんないです。言ったらうんちを調べて、その人が食中毒になるような菌を体の中に取り入れてないかどうかっていうのを検査する。調理する人は全員しますね。そうなんですか。これは営業許可証です。営業やっていいですよ。そうですね。これはもう保健所の方からこの内容で、うちだったら飲食店営業、いわゆる飲食店をやっていいですよっていう営業、許可と、あとは菓子製造業なんで、焼き菓子などを販売、お持ち帰りでも販売していいですよっていう許可証になります。別々なんですね。パン屋さんが必要なもの、ケーキ屋さんが必要なもの、ちょっと変わったところで言うとソーセージとか作るのはソーセージとかハムとか専用の許可が必要。結構いろいろ集まらないといけないですね。そうですね。これはうちの埼玉県が喫煙に関するいわゆる健康を意識していきましょうということで、うちのお店は敷地内も全て禁煙ですよという証明書ですね。Now there's a place that you're usually not allowed to see, and I'm very curious because we are allowed to see it. We're allowed in the kitchen. Let's go. おー、なんかこのキッチンで結構気を使ってるところとかなんかありますか？そうですね。基本的に温度管理はしないといけないので、こうやって必ず本当だ。冷蔵庫壊れてないか、いわゆる適温でちゃんと保存できてるかどうかっていうのを必ず毎日チェックするために各冷蔵庫には必ず温度計が入ってます。これもないと日本は営業できないので必ず温度計が入ってます。なんかポストカードが貼ってありますね。これはですね、記憶に新しいんですけど、新潟県の方で大規模火災があったっていうところから、今飲食店で火を使う調理器具があるお店は、全て消火器の設置義務が必要ですよっていう案内ですね。これタイムカードを押す機械ですかね？これそうです。タイムカードですね。カチャンってなるんですか？やってみます。いいですか？で、その入れてくれれば大丈夫。入れますよ。本当だ。そうすると日付と出勤した時刻が打刻されます。これはハサップの計画表ってですね。ハサップってご存知ですか？知りません。ハサップはもう義務化されるんですけども、いわゆる食中毒が起きないためにスタッフや関係している人がどういうふうに動いたらいいかっていうのを可視化している計画表です。そこに大体何が書いてあるんですか？例えばですね、さっき言ったその冷蔵庫、温度計ありましたね。いつチェックするのか、うちだったら営業始まる前、あとは作業中も常にチェックして業務終了後にも異変がないかチェックと。でどのようにチェックするのかっていうのは、温度計で庫内温度を確認、食材を傷んでないかどうかも一緒に確認しなさいと。でもし問題があった時はどういう行動をするのかっていうのを全部細かくみんなが目に見えるようにして、食中毒や異常が発生しないように、また発生したらすぐに対応できるように貼ってあります。なんか要約みたいなの書いてあるんですけど、ご予約のお電話を受けた時のお客様にお尋ねすることの内容を書いておいて、素早く対応できるようにということ
ですね。あ、なんかよく忘れちゃいそうですよね。なんか何人とか何時から何時までとかそうです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 電話で忘れないように。そうですね。なんかこのシンクがすごく大きいんですよね。僕らが営業しているエリアでは必ず2層式のシンク、必ず半分で分かれてて2層あるシンクが設置されてないとダメですよという決まりもありますので。ガスで水を熱くするって感じですか？そうです。これも同じくお湯が出ないと営業許可って出ないので、これはお湯を作るための機械ですね。なんかキッチンまでも案内してくれてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました。こちらから。私やっぱりそのルールがすごいいっぱいあるんだなと思いました。その棚がちゃんと閉まらないといけないとか、そのシンクがいくつなんかないといけないとか、ルールに結構そうですね。びっくりしました。もう大前提のとしてもう食中毒は絶対に起こさないとか、きれいに保つとか、そういうのがねしっかりとした日本はルール化されてますんで、それをしっかり守ることっていうのが大切ですね。だからこそ日本の食べ物はすごく安全で美味しいってみんな言うと思います。なんかいつかなんかバイトしたいです。ここでウェイトレスになって。ぜひぜひ。ありがとうございます。じゃあまたね。See you guys.